こんにちは、うなぎです。今回はシドニー旅行の Vlog です。滞在時間がほぼ1日しかなかったんですが、オーストラリア在住の友達家族に案内してもらって楽しんできたので、ぜひ見てみてください。シドニーへはケアンズからバージンオーストラリアに乗って向かいました。座席は広くて快適で飲み物まで出るので、約3時間のフライトがあっという間に感じられました。それでは空港に着いたところからスタートです。シドニーに到着しました。人生初シドニーに上陸。空港めちゃくちゃ綺麗です。飛行機の中でね、可愛い女の子にも出会えたし、いいシドニー旅行の始まりなんですけど、今もう10時過ぎてるので、今日はね、このまま空港近くのホテルを予約したので、そこに泊まろうと思います。で、明日の朝一にね、シドニーの市内に電車で移動してシドニーを観光していくっていう流れですね。じゃあ今から空港近くのホテルモクシーシドニーだったかなに向かいます。多分空港直結じゃないかなと思うので、そんなに移動に時間はかからないと思います。今ね、空港から歩いてモクシーまで向かってるんですけど、ホテルに着く前までの道暗かったり道なき道だったりするので、まあ無難にタクシーを使ったりした方が良かったかもしれないですね。ホテルの中入ってきました。モクシーらしい感じだね。チェックインしたんですけど、ウェルカムドリンクがいただけるそうなので飲みます。 Thank you。 美味しい。ということでお部屋に入ってきました。目視にしてはと言ったら言い方が悪いんですけど、お部屋が広くてびっくりしました。まず入って左手にトイレとシャワーですね。タオルがあってトイレとシャワーがこんな感じになってます。扉がね半分までしかないので気をつけないとトイレの方まで水が来ちゃいそうではあるんですけど、もう広くてありがたいです。で出たところに洗面所、その奥にベッドが広がってます。結構広くて快適に過ごせそうですね。こう見ると洗面台の前にこうやってテーブルだったり椅子、荷物置きかながあったりします。こんな感じです。ちなみにアメニティ類は特にないので、歯ブラシとかでは何もないので持ってきてください。じゃあちょっとね、今もう23時前なんですけど、お腹が空いたのでなんか食べに、この辺りあんまりレストランないんですけど、近場に何か見つけて食べに行こうと思います。ちょっと日光湿疹がね、耳と唇にひどく出ちゃって、顔は日焼け止めしてたからよかったんですけど、耳と唇は防ぎきれなくてうんじゃって、やっぱオーストラリアのね日光は強いので皆さん気をつけてください。じゃあちょっとなんか食べに行ってきます。やば。今ねチェックアウトしました。荷物を持って今からシドニー市内へ向かいます。モクシーからねシドニー市内のダブルホテルまで向かうんですけど、本当は、空港までシャトルバスかタクシーか徒歩で移動して、そこから電車でね20分ぐらいかなので電車で行く予定だったんですけど、電車の料金を見たら1人20ドルちょっとで2人で40ドルくらいかかりそうだったので、試しにタクシーを見てみたらウーバーだったらね45ドルかかるっていう表記になってたんですけど、なんとディディだったら28ドルくらいで、それならね電車より安いし、もう空港に行く手間が省けるからこっちの方が早いしっていうことでタクシーに乗ることにしました。ディディとねウーバーを比較して乗るのがいいと思います。ケアンズではねディディなかなか捕まらなかったんですけど、シドニーでは結構捕まりそう。今日シドニーで1泊するホテルはこのホテルです。外観がすごく独創的でおしゃれ。ホテル目の前はねこんな感じの景色になってます。じゃあちょっとね中入っていこうと思います。
なんとね、まだ朝9時過ぎなんですけど、もうチェックインできました。ありがたい。お部屋入ってくるとね、こんな感じで、まず右手に大きなバスタブにシャワーブースがあって、仕切りは少ないんだけど、このエリアがすごく広いから水がトイレに来る心配はないですね。シャワーもね、ちゃんと手持ちとレインと2種類あって、アメニティも揃ってます。で、ここが洗面所ですね。歯ブラシとか全部揃ってます。で、洗面所を出るとこっちがメインのお部屋です。で、お部屋入ってきた瞬間にカーテンが自動でバーって開いてね、景色が見えるようになってるので、おしゃれだね。内装こんな感じのお部屋です。奥側から見るとこうなってます。このミニバーはね、有料だろうけど、お水は無料です。で、こっちがドレッサーかな。すごい柄なんだけど、毒々しい。バスローブもあるし、ちゃんとスリッパもあります。このお部屋はね、今回ポイントで宿泊したので、お値段はかかってないんですけど、明日のね、朝6時くらいの飛行機でもうシドニーを出ないといけないので、滞在時間はすごく短いんですけど、その分、しっかりこのホテルも満喫しようと思います。今からの予定なんですけど、12時ぴったりにお友達家族と合流する予定があるので、それまで朝ごはんを食べたり、ちょっとショッピングをしに行ったりしていこうと思います。今からクイーンビクトリアビルディングっていうところに行こうと思います。ホテルから歩いて行けるみたい。ちなみに今ね、気温が18度ぐらいなので、このカーディガン1枚でちょうどいいぐらいです。湿度もね全然ないし、カラッとしてて過ごしやすいですね。到着しました。内装はこんな感じになってます。おしゃれ。ローシャンだったりトリーバーチ、ブランドショップもたくさん入ってますね。朝ごはんはね、クイーンビクトリアビルディングの入り口にあるマノンブラスリーに来ました。こんな感じで建物の外に座る席があるので、道行く人たちも見れて雰囲気がいいので、寒くない今の時期にはおすすめです。めちゃくちゃ美味しそう。アボカドトーストです。このね、ポーチドエッグは追加しました。クロワッサン、モカも頼んでます。美味しい。わあ、濃い。じゃあちょっとこのアボカドトーストいただきます。なんだろう、ちょっと癖のある味がする。多分ヤギか羊かなんかなのかな、なんかそんな感じのね匂いがします。ちょっとこのアボカドトーストは臭みがあるから、臭いお肉が苦手な方は次、じゃあちょっとこのクロワッサン、バターの香り強めで美味しい。見るからにふわふわなパンケーキ、2段になってますね。こんな感じ。うわ、美味しい。ふわふわなんだけどちょっともちもちっぽい歯ごたえもあって美味しい。パンケーキの横についてるクリームがティラミスみたいな味で、それもまた美味しい。どうや
からフェリーに乗るらしいので港まで向かってるんですけど、こんな感じで高級ブランドがずらっと並んだ通りが延々と続いてます。ケアンズとはまた違った大都会ですね。真ん中に路面電車が走ってる。サーキュラーキーっていうフェリー乗り場に到着しました。無事にみんなと合流して、このサーキュラーキーと呼ばれる港から出る船の一つに乗ってお昼ご飯会場へ向かいます。今回向かったのはワトソンベイと呼ばれるエリアです。船の乗り方は簡単で、Google マップ上で示された番号の乗り場で切符を買うか、タッチ決済可能なカードを使って改札を取るだけで OK。降りた先でもカードをタッチすることを忘れないでください。お、行けた。フェリー乗り込みます。見て、めちゃくちゃ大きなクルーズ船もある。船の2階にね、乗り込みました。すごい景色がいい。これすごくない？巨大客船が止まってます。で、その横に見えてきたのがシドニーハーバーブリッジ。見て、後ろにオペラハウス。ここはどこだろう。ワトソンベイかな。着いて散歩してます。ワトソンベイ。これめっちゃいい雰囲気。ここ港の始まりらしいです。めっちゃ綺麗。こここんな断崖絶壁と海が広がってます。うわー、綺麗。ギャップって言われるね、絶景が見えたところから降りてきてお昼ご飯に向かってます。お昼ご飯はここに行きます。こんな港の近くのバーに来ました。すごい。こんな何匹入ってんだろう。この下のバケットに殻入れるらしい。Getting better? It's very hard to feel it. Yeah. Messy sometimes. It's hard to do, yeah. High protein. Yeah, yeah, yeah. めっちゃプリプリで美味しい。こんな感じでね、みんなでご飯を食べてママさんのお誕生日を祝いました。英語が拙くてね、会話も難しかったと思うんですけど、皆さん快く私たちを受け入れてくれて、案内までしてもらっちゃって本当に感謝です。双子のね、息子たちがちょっと日本語も勉強してるそうで、時々喋ってくれる日本語が可愛すぎて終始メロメロでした。ごちそうさまでした。ここにまた船に乗って帰ります。一番上はボート用の特別なオーストラリア国旗らしい。ね、これはオルモン？アボリジナル。すごい、街中にこんな鳥がいる。今ね、船を降りてみんなでお土産を見に行ってます。おすすめのチョコレート屋さんに行って、その後
スーパーマーケットにも行ってくれるそうです。おすすめのねお土産たちを聞きたいと思います。到着しました。これがね有名なというかママさんが好きなチョコレート屋さんらしい。 Thank you. Basically, there's all sorts of those maybe. 店内にはこんな感じで商品がたくさんあります。タブレットチョコレートの大袋からショーケースに一粒ずつ並ぶトリュフチョコまでいろいろ売ってるのでお土産にもぜひ。私が行った時は日本語が話せる店員さんがいらっしゃったので英語が不安な方でも安心かと思います。この後ウールワースというスーパーにも行って現地の子たちが好きなお菓子をたくさん教えてもらったのでいくつか買ってきました。最後にそれらはまとめて紹介します。オペラバーに来ました。見て、今クルーズが出ようとしてるからオペラハウスと一緒に撮れちゃう。海鳥がいっぱいいます。オペラバーに来たんですけどすごい人です。席を見つけて座って QR コードから注文できるみたい。最高の景色。I'm vlogging. Oh, look, there's all these options. Oh, Insider, Ultimate Climb. What's this? So you go south to north and back. Yeah, where's that Carnival cruise come from? I don't know, darling. So up. ああ、いやいや。$408. Wow. Is that to what? Walk across Sydney Upper Bridge? To go over 3.5 hours. 3.5 and $400. So expensive. Yeah, so expensive. Got the syrup? Thank you. Thank you. Yeah. Yes, famous. Famous from Queensland. Yeah. Hang on, where did that cruise ship go? The big one? Yeah. No, the little one. It's the little one. Like the Carnival, the white one. Yeah, from that way. No, it came from behind. Yes. Over, I know, that's what I just said. It came from Do you want some suggestions for dinner? Yes, Or are you, please. yeah. Tomorrow, your flight. So if your brother fell in Can? accident, Yes, at would you 6 dive o'clock. in to help you? Yeah, around 6 o'clock. Lovely. Yeah. Safe travels home. Yeah, you too. Thank you. Bye. Thank you. いやー、楽しい時間でしたね。可愛かった子供たちが。今から一旦ホテルに帰って、その後晩ご飯のおすすめをね2店舗ぐらい聞いたので、もしお腹が減ったらその辺に向かいたいと思います。夜景がこんなに綺麗です。これちょっと画面で全然伝わってないんだけど、この綺麗さがもう肉眼で見るとびっくりするぐらい綺麗。さっきあの辺のねオペラバーにいました。夕方に行くのがちょうどいいね。晩ご飯はね、この教えてもらったレストランのうちの一つ、キングクラランスに行ってみようと思います。メニューが結構日本とか中華っぽくなってて面白いらしい。店内入ってきました。結構賑やかです。じゃあ皆さんに乾杯。$10のパイナップルジュースです。フィッシュフィンガーバオが届きました。手で食べるべきみたい。めちゃくちゃ熱いから気をつけてって言われました。じゃあいただきます。お上品なフィレオフィッシュ、サワークリームみたいなものとタルタルソースと魚の揚げたのとチーズとイクラが乗ってます。結構唐辛子っぽい辛さがあるんですけど、それがまた美味しい。
このお店メニューに結構うどんだったりお好み焼きだったり、そういう日本食とか韓国食とか中華とかが混ぜられている影響もあってか、お箸とスプーンがあらかじめセットされてます。面白い。これがエビの麻婆豆腐って書いてあったんだけど、多分麻婆豆腐ですね。と白米も頼みました。エビとお豆腐、あ、美味しい。辛い。めっちゃ辛い。ヤングコーンとかトッポギも入ってます。麻婆豆腐ってかコチュジャン炒めって感じかな。美味しいけどめっちゃ辛い。白米必須ですね。鶏肉の醤油炒めみたいなものかなが来ました。美味しそう。ナッツとか乗ってる。芽キャベツかな。芽キャベツとナッツ、美味しさ炒めだ。全体的に悪くはないんですけど、アジア料理を真似て作った結果ちょっと違うなみたいな感じになっちゃってて、わざわざオーストラリアで高いお金を払って食べなくてもいいのかなとは思ってしまいました。だけど旅行中、日本や韓国っぽい味が恋しくなった人にはおすすめです。今朝の4時半です。チェックアウトします。空港までのね、車はまたディリでタクシーを手配しました。31ドルで行ってくれるみたい。この時間なのでね、電車がやってるかも怪しかったし、もう31ドルなら電車使うより安いのでめちゃくちゃありがたいです。いいホテルだったけど滞在時間が短すぎたので、また絶対に行きたいと思います。スタッフさんの対応も良くて立地も良くて、もちろん全てが清潔で快適空間でした。ディディで手配した車に乗り込みました。30分ぐらいかかると思ってたら15分ぐらいで着くみたいで、無事に間に合いそうです。今の時刻は4時40分。街はもちろんまだまだ暗いですね。制限エリア内に入ってきました。もうね、ゲート近くに来たんですけど、このシドニーの空港はね、朝6時前でも結構やってるお店が多くて、こういうコンビニもやってる店舗もあるし、ベーカリーもやってるお店が多いので、朝ごはん買うのにも困らないです。ケアンズに到着しました。で、国内線のターミナルから国際線のターミナルに移動してきて、もうオンラインチェックインも済ませて制限エリア内に入ってきたので、向こう側にはね、お店もあるんですけど、プライオリティパスで入れるラウンジがこのゲート1の近くに、ゲート2かの近くにあるということで、ここで時間を過ごそうと思います。今の時刻が9時半で、搭乗時間が11時40分なので、2時間ぐらいかな。ちょっとゆっくりします。アルコール類も充実してるし、このラウンジはね、広くて清潔でご飯も美味しい上にシャワーもあったので、さっぱりして飛行機に乗りたい方はぜひ利用してみてください。ちょっとゆっくりしてから行きと同じくジェットスターに乗って日本に帰りました。スーパーでね、買ったお土産はこんな感じです。全部ね、おすすめを聞いて買ってきました。これがオーストラリアのマカダミアナッツチョコレートで、これは酸っぱいグミ、子供たちがおすすめしてくれました。で、これはね、ハイチュウみたいなものだそうです。いちご味と何味って言ってたかな。なんかもう一個味が入ってるそうです。で、これは紅茶、このメルボルンブレックファストっていう味があったので、25個入ってますね。で、これもね、毎日食べるっていう風に子供が言ってたので、ちょっと気になって買ってみました。で、あとは、もうこれはマストらしいです。このスミスのチキン、ポテチの
チキン味なそうですけど、これがめっちゃ美味しいって子供も大人も言ってたので、これは多分ね絶対マスト商品なんだと思います。 100% オーストラリアポテトって書いてあるしね。であとはチョコレート屋さんで買ったものなんですけど、この辺はいただいたもので、こういうカンカンに入ったチョコレートだったり、こういう袋に入ってる箱のチョコがあるので、結構いろんな種類があるので、溶けないようにね注意だけして買ってきたらいいお土産になると思います。ということで最後まで見てくださってありがとうございました。シドニーは短い滞在だったし、他のオーストラリアの都市にもね興味が湧いたので、また機会を見て遊びに行けたらなと思います。それではまた次の動画で。